皆さんごきげんよう、上川薫です。今回はウクライナに対してフランスが戦闘機を供与すると発表したので、どのような戦闘機が供与されるか、そして現在のウクライナに対する戦闘機供与の進展具合についての解説をしていきます。ウクライナ情勢に関するニュースは地上波放送では入っているので、ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢の情報を更新していってください。ウクライナに戦闘機ミラージュ2000供与へ。フランスのマクロン大統領はロシアの侵攻を受けるウクライナに対する新たな軍事支援として、フランス防衛大手ダッソー・アビアシオン製の戦闘機ミラージュ2000を供与し、フランスで同機のウクライナ人パイロットを訓練する方針であることを明らかにした。フランステレビ局のインタビューで述べた。供与するのはミラージュ2005だという。7日にパリのエリゼ宮でウクライナのゼレンスキー大統領と会談する際、パイロットの訓練を今年の夏から開始するよう提案する意向だという。マクロン氏は、訓練には通常5から6ヶ月かかるので、フランスでの訓練は年内に完了するだろうとの見通しを示した。こちらの写真がウクライナに供与するフランス製の戦闘機ミラージュ2000です。まず最初にミラージュ2005の性能評価について、現在ウクライナに供与が進もうとしている戦闘機 F16、これに大体準ずるような近いレベルでの性能はあるだろうとされています。そして戦闘機全般について言えることなのですが、開発運用が始まってから長い年月が経っていても、その間に近代化改修などを行えばある程度最新版に近い性能を出せるものです。今回供与が発表されたものについても、能力向上型と呼ばれるようなもので、最新版ではないもののそれに準ずる性能があるとされています。ですから、ウクライナに供与される戦闘機としては十分使えるものです。ただ、フランスが保有している戦闘機は、ミラージュの他にもラファールというものがあり、開発運用が始められたのは、ミラージュの方が先で、そこから後になってラファールが開発されたものですから、現在の性能順で言えば、フランスとしては2000級の戦闘機だとも言えます。ただし、それだけにこれからの供与も期待できるわけです。退役する機体について順次ウクライナへ供与するといった道もある程度想定しているかもしれません。そして、一通りの任務についてこなすことができるマルチロール機とされていますから、これもウクライナの求める性能的には十分満たしているでしょう。ただし、問題がないわけではありません。ウクライナに戦闘機を供与しようと考えていた国は他にもありました。例えばスウェーデンなどは自国製の戦闘機グリペンの供与を検討しており、実際にある程度の話が進もうとしていたようなのですが、ウクライナに供与が進もうとしている別のラインとして F16 戦闘機があるので、そちらが順次ウクライナに供与されれば、それらが一通り終わった後にグリペンは後回しにしようかという具合にして、スウェーデンはグリペンの供与、これを一時凍結というような話をしていました。その代わりといってはなんですが、F16 戦闘機の索敵能力を大幅に向上させることのできる早期警戒管制機をウクライナに供与すると発表し、軍事支援の枠組みをスウェーデンが一歩拡大しました。そのような動きからすると、フランスが戦闘機を供与するという動きはちょっとちぐはぐな話に見えるだけに、ここに問題があるかもしれません。というのも、戦闘機のパイロットは誰でもなれるようなものではなく、やはりある程度の素養が必要です。マクロン大統領は、ミラージュ戦闘機の訓練は半年程度あれば大丈夫なような話をしていましたが、それはあくまでも戦闘機乗りとして十分経験を積んだ人の機体乗り換えのための訓練の話であって、一から鍛えるような話では当然ありません。また、たとえ経験を積んでいた人であったとしても、ウクライナ空軍で使っている戦闘機はあくまでもソ連の流れを組む東側の戦闘機ですから、西側の戦闘機とは使い勝手は基本的に異なるものであり、ある程度の期間は十分に設けておく必要があります。実際 F16 戦闘機の訓練に関しても、おおむね半年以上、7ヶ月8ヶ月かけての訓練が行われているとされていますから、今の段階から年内にミラージュ2000がウクライナ空軍に供与されるというのは、ちょっと年末までには間に合わないかと思います。ただし、そのようにしてまだまだ問題がありそうだなと思えるような戦闘機供与なわけですが、フランスの狙いについての解説をしておきましょう。現在フランスはウクライナに対する戦闘機供与を進めようとしているわけですが、従来 F16 戦闘機の供与、これを主導していたのは
自分自身では機体は供与しないんだけれども、それら機体を供与する国々を取りまとめていたのはイギリスだと言われています。そうした意味では、イギリス主導の F16 戦闘機供与をどんどんと進められることに対抗心をフランスが燃やした可能性もあります。また、ウクライナ軍の中にミニフランス軍のようなものを作りたいという構想があるとされています。これはあくまでも公式な声明ではなく、そのような分析をしている専門家などがいるのですが、その狙いは、フランス側ではロシアと戦闘になった場合においてどのようなことが実際に起こるのか、自分自身の軍隊を戦わせるのではなく、ウクライナ軍に装備を渡して戦ってもらい、その結果というものを自国の兵器などに教訓として取り入れようとしているわけです。先ほども述べましたが、フランス空軍の保有している戦闘機は、ミラージュの次にはラファール戦闘機があり、最新版を出すわけではありません。しかし、ミラージュ戦闘機を出すことにより、ロシア軍と交戦すれば、それによってもたらされる様々な戦訓は、必ずフランスが持ち帰り、これを兵器開発に生かすはずです。戦争というものは技術競争を伴うものです。しかし、実際にそのような国家間戦争といったものはそうたびたび起こるものではありません。ほとんどの場合、圧倒的な国力差もしくは軍事力の差があるような国家対テロリストであったり、国家対武装勢力といった具合にして、戦闘機の話で言えば、本格的な対空兵器を持たない相手であれば、ほとんどの戦闘機は無双状態で全く反撃を想定しないようなことになります。しかし、今回相手にするのはロシアであり、ロシアにはスペック詐欺と呼ばれるような問題は抱えているものの、少なくとも戦闘機やヘリコプターを撃墜するだけの能力は確実に持ち合わせている S400 が配備されているので、そのような条件下でどのように戦うか、そしてどのようなことが起こり得るのかについて仮想実験ではなく実地データが出るわけです。そしてミラージュがフランス軍にとって一世代前の戦闘機だというのもウクライナに供与しやすかった理由の一つでしょう。旧式機はいずれ新鋭機に入れ替わっていくわけですから、どこかのタイミングで退役のポイントがやってきます。現在ロシアによる脅威が高まっている以上、なるべく最新鋭の兵器へと更新をしていくというのも防衛力を高める上では必要でしょう。その際出てきた退役兵器をウクライナに供与することによってロシアを抑え込み、一方においてそこで得られたデータをもとにして自国の防衛力をアップデートしていくというのであれば、フランスにとってはそれなりに理にかなった行動だとも言えるのです。あとは受け取るウクライナ側がどれだけ混乱なく様々な兵器、様々な戦闘機を乱れなく運用するかがこれからの課題となります。供与する機体数によっては飛行場ごとにここは F16、ここは旧ソ連製、ここはミラージュといった具合に各担当機種が分かれるようなことをしてなんとか統制を図っていくかもしれません。そしてフランスの場合だと巡航ミサイルストームシャドウの名称違いのスカルプを供与し反撃としてロシア領に使うことは許可しています。受け取るウクライナ側としてはパイロットの問題や運用方法の困難さなどを乗り越えれば前線を支える戦闘機として私は十分に役立つと思います。というわけで今回はフランスのマクロン大統領がウクライナに対して戦闘機ミラージュ2000の供与を発表しました。最新鋭の戦闘機ではないものの、その性能は十分戦場で通用するものであり、ウクライナにとってはまだまだこの先の展望が開ける朗報だったと言えます。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していなくてこの動画を見た方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった方はぜひとも評価ボタンのクリックとコメント、そして情報更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。